湯が山がある、人が親切、水がきれい、猫ちゃんがいる、庭もいい、犬もいる、広いし自由さが感じられます。シンガポールと比べて自由です。シンガポールは悪い場所じゃないんですよ。いいところありますけど、僕は山好きだからシンプルな山が120メートル。が好きです。でここちょうど真ん中だから、まあ有料温泉が真ん中で、たくさん人住んでいる場所が周山の方、下の方。僕の車使って自分たちで行くし、週、10日間ぐらい1回ぐらい田辺市行きますので、犬が散歩したいから、犬は散歩させて、山はいいけどたまに海も見たいんで。で、梅君さっき、鶏食べた君、犬は、小島、っていう場所、ジーンズ作ってる場所。あるね。岡山は、古民家についても面白いし、大工さんについて、それも面白いし、榊君、皆さんのストーリーが面白いから。風さんのストーリーも面白いし、面白い人について、面白くない人についての歴史がある漫画、例えばなんか古いものを、修理したりと、僕古いやつが好きだから、で、古いものを、起こしたい人について漫画あったら読みます。参考できたら、ヤギをどうやって自由にさせ、ヤギのトレーニングとかできる人がいたら、田んぼを作るとき難しいところ、今田んぼが、山水を使って、で、除草剤とか一切使わないで、普段みんな使うから、その除草剤使わない人から、経験について聞きたいんです。ここは歯医者さんが、お米作ってますから、15年間ずっと作ってますけど、日本のいろんな場所はどうやって作る？友人の、大工さんのやり方と御坊市、田辺市のやり方が全然違うっていうか、やり方が違う、だから友人大好きです。ただ生で好きじゃなくてね、ここ皆さんが優しくて、でコミュニティがある。で他の場所行くと、例えばあと警察官も「リーさんハロー」って、でそれがすごくみんなが知ってるから、すごくいい環境だなと思って。シンガポールではなかった？シンガポールはあんまりないですね。近所さんもあんまりコミュニケーションしないし、家族以外の人はあんまりないか。病気するとき、料理も作るし、逆に突然電話がかからないとき、大丈夫ですかって、いろりでお茶を作りたいときは、突然備長炭のおじいさんが、たくさん持ってくれるし、たくさんの人が手伝えたから、今まで20年払った。